前回に続き、2026年夏アニメの1話感想を語っていくよ。今回は、数少ないオリジナル作品がツボだったし、昭和感ある作品もあって、嬉しかった。どうも島岡です。ペットの味噌だよ。まずは、やっと出てきたオリジナルアニメ、さよなららら。1話のネタバレ的なことまで話すから、見ていない人は気をつけてほしい。モチーフは明らかに人魚姫だ。作画は少しレトロな雰囲気をまといつつ、可愛らしい。昔の NHK アニメっぽいね。話の筋は誰もが知っているものだけど、脚本と演出で、こんなに面白くなるんだなとつくづく感心した。人魚姫だとすぐ終わらない？おとぎ話の部分は1話で終わった。人魚姫であるララは、王子の愛を得られず泡になった。かわいそう。でも、その後に復活したんだ。ナロー系？違う。人魚の一族が消えた城で目を覚ましたんだが、どうやら父親の最後の力で再生したらしい。じゃあ、ここから人魚の国を復興させる話として物語が続くのだな。そう思ったんだけど。違ったの？彼女の目標は変わってないと思う。ただ、ララが海から出て人間の国を見たら、現代だったんだ。随分時間が飛んでいた。びっくりだね。人魚の国編があまりにも面白くて、今季トップ候補だ。と思ったくらい期待値が上がっていたので、舞台が現代に移って少し戸惑っている。そこまで面白いと思ったなら、きっと大丈夫だよ。あの時の膨らんだ期待感が、現代編でも続いてくれることを願っている。次は、捨てられ聖女の異世界ご飯旅、隠れスキルでキャンピングカーを召喚しました。ナロー系だ。これまで、ネットスーパーが使えたり、自動販売機に転生したりと、現代製品を異世界に持ち込んだ作品は割とあった。今回はなんと、キャンピングカーだ。便利だけど、電気やガソリンがないと使えないじゃん。そこは安心。すべて、マソで解決だ。水も食料も、なくなったらそこら中にあるマソから変換して自動補充してくれる、と説明していたので、きっとガソリンも同じだろう。都合が良すぎる。主人公リンは、もともとソロキャンプが趣味の女性で、授かった精神安定の能力もあって、悲壮感もなく異世界に馴染んでいる。たまたま助けた冒険者のビルは、気のいい男で、彼のパーティーに入れてもらえることになったんだ。お気楽な作品なんだね。そうだな。今季必見、という作品ではないが、肩の力を抜いてみるご飯アニメとして楽しめると思う。次は、鉄鍋のジャン。1995年から連載された、人気の少年漫画が原作。中華料理の達人を祖父に持つ少年、秋山ジャンが、祖父のライバル料理人の名店に入ってくる。まあこのジャンが、主人公なのに仏頂面なんだ。絵の字口が状態で目つきも悪い。悪役みたいだね。しかも、祖父の遺言だから来ただけで、他店から学ぶことは何もないと言い切る。自分で秋山こそ中華の王だ、と豪語して、不遜な態度なんだけど、確かに料理の腕は本物なんだ。素直に面白かった。あんなヒールな見た目な奴が主人公な時点でもう面白い。料理物なのに、バトルみたいな熱さが、個人的にはストライクだよ。こういうの、男の子はみんな好きなんじゃない？人によるんじゃない？ジャンは、うまいと言わせたら勝ち、料理は勝負、と思っていて、そのためならどんな手段も厭わないんだ。一方、名店のエリートお嬢様のキリコは、お客さんへの思いやりを一番に考える料理人で、対比としてわかりやすい。食べる側としては、美味しければどっちでもいいけどね。でも、病気になったら、ジャンに料理作ってもらうのは、なんか嫌だな。あはは、確かに。原作が長いからきっとやってると思うけど、ジャンに病人食や離乳食を作らせたらどうなるのか見てみたい。頭を使わずに熱くなれて楽しめる、自分好みの作品だと思う。次は同じゼミの染谷さんがセクシー女優だった話。急走予枠の5分アニメ。大学のゼミでペアになった女性が、自分が見ていたアダルト動画の女優なことに気がついてしまい、と始まる。ドキドキしちゃうね。主人公はそれを本人に伝えるつもりはなかったみたいなんだけど、なぜか彼女の方から誘ってきて、そのままベッドインで1話終了。今作は、主人公のビジュアルが自分にはしっくりこなかった。デザインが好きじゃなかった？普通のアニメ体型なのに、顔だけギャグ漫画日和みたいで、見た目の不協和音を感じたんだよね。予想外。それが気になるけど、彼女が脅されたわけでもないのに、主人公に手を出した意図がわからないので、一応次回も見てみるよ。次は、レッツゴー怪奇組。ビビリの主人公が、人を脅かす存在の元締め組織、怪奇組の組長めちゃことであって、弱体化した組織を、復活させようと奮闘するギャグ作品だ。まず画風が昭和感たっぷりで、自分にしっくりきすぎた。嬉しそうだね。まあね、主人公の顔もすごく昭和なんだが、細身でなく、マッチョでも太っているわけでもなく、がっちり体型なところも昭和だなぁと思った。
なんで主人公は怖がりなのに、怪奇組に協力するの？脅されたの？違う。自分が怖い思いをした最後の世代になるという悔しさから、子供たちに自分と同じ恐怖を与えてほしいと思ったんだ。ひどい。常識人に見えるツッコミ役の主人公も、微妙に常識がずれている。めちゃ怖見た目が妖怪みたいな割に、話し方は落ち着いているんだが、常識外れなことを当然のことのように言う。大きなリアクションで突っ込む主人公との落差が楽しい。めちゃこって、いかにもギャグ作品キャラの名前だよね。いや、めちゃこは主人公が勝手につけた呼び名で本名じゃない。そうなの？ちなみに、主人公の名前は一度も出てきてない。そうなの？来年くらいに怪奇組の主人公の名前が思い出せない。って苦しんでいる自分が見えるぞ。大爆笑というほどではないが、二人ともずれていてテンポの良いやりとりが楽しい作品だ。次は鬼の花嫁。怪異が、超越者として現代社会で地位を築いている世界で、その怪異の嫁になるイコール地位、権力のゲットになるようだ。怪異の婿はどうなるの？今のところ怪異は男性しか出てきてないからわからないけど、確かに鬼の花婿もいないと変だよな。でもなんか、このタイトルだと、BL 作品になりそうな気がする。ありそう。さておき、親の愛情も恋人の気持ちも、妹に向いてしまい、ずっとないがしろにされている主人公が、怪異の頂点の鬼の男に見初められるところで1話が終わりだ。シンデレラだね。そうそう。シンデレラって元祖ザマー展開だよね。王道展開なので、好きな人は好きだと思う。ただ、自分向けではないかな。次は、転校先の清楚可憐な美少女が、昔男子と思って一緒に遊んだ幼馴染だった件。男の主人公が、子供の頃に別れた幼馴染と、7年後、転校先の高校で再会したら美少女になっていた、という話だ。男の子？ミショもボケるんだな。単純に昔は男の子だと思い込んでいたけど、実は女の子だっただけだ。なんだそっか。ボケてないよ。今回は作画がかなり気になった。そんなに？自分は普段作画クオリティはあまり気にしないんだ。ヘルモード、くらいでも許容範囲だ。けれど、恋愛ものでヒロインを前面に出している作品は別だ。今作は書き込みが少ないだけでなく、キャラクターデザインの再現度が低くて、ところどころ崩れて見える。女の子が可愛く見えないというのは、恋愛作品では大きくマイナスだと思う。そんな作画だから、キラキラした青春ラブコメの雰囲気を押し出しているのに、ヒロインと会った主人公にそんなに見とれるって思ってしまった。もともと恋愛メインの作品は得意じゃないことだし、視聴停止にしたよ。最後は乙女怪獣キャラメリゼ。恋をすると、体の一部が怪獣化してしまう奇病を抱えた、赤石クロエちゃんが、クラスメイトの南くんに恋をして、全身怪獣化してしまう話だ。突飛な話だね。本当だよな。冒頭から、幼くて可愛らしいクロエちゃんの手が、ごつくて鋭い爪になっていて、そのギャップに、ってなったよ。怪獣化したちいかわのウサギみたいだね。あはは、確かに。もともと可愛いクロエちゃんなんだけど、恋を自覚して目の動向がハートになった時が、目いっぱい可愛く魅力的に描かれているんだ。それなのに、反対の怪獣へと反転する。その落差に、うおー、ってなってしまう。かわいそう。急にそんなになっちゃってどうするの？それが、パニックになるクロエちゃんをよそに、母親が意外なほどに落ち着いて対処しているんだ。最初は頼れるお母さんだと思っていたのだけど、見ているうちに、この人、怪獣化の原因を知ってるんじゃという不信感が出てきた。下手すると母親じゃないんじゃないかとさえ思う。怖。まあ、人が死んだりするような感じはまだないので、そこまでシリアス展開にはならないんじゃないかな。とりあえず、クロエちゃんが可愛いのと、怪獣の迫力があって楽しい。この先の展開も気になるので、こちらは視聴継続。そんなわけで、今回も8作品の感想は終わりだ。自分的には今期の目玉作品候補が現れて嬉しいよ。まだ40作品以上あるからね。うへえ。それでは次回もよろしくだよ。またねー。